こんにちは、トバログです。今回はですね、久しぶりに最近買ったものを紹介していこうかなと思います。前回がね、ちょっと引っ越したばっかりだったんで、まだまだね、部屋の中整ってない感じだったんですけど、徐々にいろいろね、こういう感じで棚ができてきたりとか、このね、背景が綺麗になってきたりとかもあったりするので、その辺をね、中心に紹介していこうかなっていう感じですね。ガジェット系もね、ちょっとは買ってるんですけど、基本的には結構ね、生活雑貨というか、こういうのあったんだみたいなのをね、中心にいろいろ買っているので、そういうのを紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまずね紹介していくのはこちらですね。この壁掛け収納は一番最初に触れておきたいなと思います。これすごい薄くていい感じの質感なんですけど、これはね山崎実業の、賃貸でも使える石膏ボードにピンでねこう刺していくタイプのウォールシェルフを、3つ使っているって感じですね。でこれはねワイドの90センチのデカめのこの幅広に置けるやつで、この上にねこういう自分の好きなものを乗せたりしていて、こんな感じですね。いいですよね。この結構耐荷重もちゃんとあって8キロ7キロぐらいあるのかな。で結構いろいろ乗せられて、でこのね下の部分はこういうねなんかタブレット充電とかもできる、ここにねタブレット引っ掛けて充電のケーブルをねこうやって通して、充電ができるっていう、こういうね壁掛けシェルフを3つこういう感じでぴったりと組み合わせて使っているっていう感じですかね。正面から見るとこんな感じですね。現状はねまだ整いきってはなくて、いろいろね試行錯誤しながらどういう風に並べようかっていうのをね考えながらやっているところなんですけど、こういう感じで真っ白だった壁を今のところはこういう風にねちょっといろいろと装飾を作っているっていう感じです。詳しくはねこの動画を見てもらえればと思うんですけど、割とねこの部屋結構狭くて、こういう風に、ね、机を置くとこっち側に何か物を置くっていうのが難しかったんですよね。だけど動画を撮る時にこっち側に何にもないと結構ね本当になんか真っ白すぎる感じがあったので、なんか置きたいなって思った時にやっぱりウォールシェルフがいいかなっていうところに至って、いろいろとねこうやって自分の好きなものを置いていくスペースにしているっていうところです。結構ね壁掛け系だとやっぱり無印良品のこういうね壁掛けできる家具みたいなのがあって、これをね普段は僕リビングとか他の部屋とかでは使ってるんですけど、この部屋に関しては結構無機質な感じというか、なんかねアトリエ感を出したいみたいな欲がありまして、それをするのであれば金属製で白いものがいいかなと思って探してたところ、山崎実業のやつがねすんごく良さげだったので実際に導入してみたら結構いい感じだったっていうわけですね。ここにね1枚だけアトモフウィンドウがあったりとか、まだどういう風にしようかっていうのはねちょっと決めあぐねている状態ではあるので、どんどんねいろいろとこう置き場所を変えていって、動画を見てもらうたびにまた変わってるって思ってもらえたら嬉しいです。はい、その流れでの紹介なんですけど、こちらをね次に購入しています。こちらは何かっていうと、このね工具感満載のアイテムだと思うんですが、これはねレーザーの墨出し機というアイテムですね。墨出し機って聞いたことない人も多いと思うんですが、どういう風に使うのかっていうと、ちょっとね電気を消してみます。これねここにスイッチがあるんですけど、机の上とかそういう場所に置いて電源を入れるとこんな感じで、分かりますか？これレーザーでビュイーンってすんごいねちゃんと天井まで伸びて、この水平と垂直の両方を正しいねこの0度で出してくれるっていうアイテムなんですね。これ何がいいのかっていうと、もう本当にね水平と垂直がちゃんと綺麗に出せるので、例えば DIY でこういうね家具とかを設置する時って結構大変なんですよ。水平取るのだいたいねいいかなと思って見ても、遠くから見るとね結構ねバグってたり、なんかこう斜めになっちゃってたりもするので、そういうのを避けるために、これを出しておくと、なんか設置したい場所にこうやってね鉛筆とかでマーキングをして、それでつけるとちゃんとね地面と水平になるっていう最高のアイテムですね。これはねこの棚を設置した後に知ってからね購入してしまったんですけど、是非これをねつけ
る前に知りたかったやつですねっていう感じの墨出し機というアイテムです。もともと存在自体は知っていて、本当に10万円ぐらいするようなイメージだったんで、素人の僕にはとても手が出せないなと思っていたんですけど、似たようなやつ、本当にね精度がそこまですごく高くなくてもいいから安く買えないかなと思ってたところ、 Amazon でねなんと4000円で購入することができたので、個人の DIY とか家の中でねそういう棚を取り付けたいとかだったら本当にいいんじゃないかっていうところで、こちらをね試しに購入したところすごい良かったっていう感じですね。本当に細かい精度とかはねどのぐらい合ってるんだろうっていうのはね、職人さんじゃないとちょっと難しいところあると思うんですけど、手軽にこうね水平を取れるっていう点で言うとかなりね利便性は高いかなと思います。でこれねこういう風にバッテリーがついていて、このね専用のバッテリーでも使えるんですけど、一応ね単3電池2本とかでも駆動するので本当に気軽に使いやすいですね。家でね DIY をするとか、あと写真ですね、部屋の中の写真を撮るときに水平と垂直ちゃんと知っておきたいみたいな、そういう時にすごく役に立つと思うので、4000円で買えるならね1台持っておいてもいいかなと思うので、ぜひこちらチェックしてみてほしいです。はい、続いて購入したものだとこちらの壁掛け時計ですね。デンマークの有名なね家具ブランドのヘイっていうところで購入したんですが、そこのウォールクロックです。価格は2万円ぐらいだったかな。割とね時計にしては勇気のいる価格帯なんですけど、毎日見るものだし、結構ね壁の上の部分にこういうねレトロフューチャー感のあるポップなね、時計があると印象変わるかなと思って、思い切ってねこちらの時計にしています。ジャスパー・モリソンさんっていう、家具デザイナーの人がデザインしてるらしいんですけど、割とこのねこういう壁掛け時計ながらこうやって見ると丸みを帯びてるんですよね。ここの、プラスチックなんですけど、ここの部分がちょっと丸みを帯びていて、かつこの数字とかレイアウトのデザインの雰囲気とかもね結構ちょっと普通の時計とは違うようなレトロフューチャー感ある感じなので、意外とねこれ白っていう割には真っ白なんじゃなくて、ちょっとねクリーム色っぽいような、このねクリーム色がかったグレイッシュな感じの素材感っていうところですね。こういうアースカラーにちょっと近いようなところはあるんですけど、真っ白ではないところが、白い壁にかけた時にすごく映えるのかなっていう印象があります。リビングがね絶賛改装中なのでちょっとお見せはしづらいんですけど、結構ね、北欧系のデンマークとかのね家具の雰囲気とかがすごく好きで、できるだけそういう方向に寄せたいっていうのがあって、そういうのをねいろいろと取り入れてるんですが、部屋のねこのウッディな感じとホワイトの質感とそういうのにねマッチしやすいかなと思っていて、色もねちょっと一部赤の差し色が入ってるし可愛いかなっていうところでこちらにしています。高校とかにあってもねそんなにインパクトはないと思うんですけど、真っ白い壁にこれがかかっていると結構ねインパクトがある感じがしますね。カラーはねこれの他に水色系とグリーン系があるんで、どれもね可愛いんですけど、僕は一番ベーシックそうなこちらを選んでいます。時計で結構ねだいぶ印象変わると思うので、気になる人はぜひチェックしてみてください。この丸い感じのね風合いがなかなかないんですよね。この感じいいよなこれ。はい、続いて買ったもので言うとこちらですね。これは IKEA のアレックスっていう、動くタイプのこういうね大きなシェルフですね。でこのシェルフに関しては結構前からね欲しいと思ってて、ピンタレストとかでおしゃれなねアトリエとかスタジオとかを検索すると大体これがあるんですよね。これが2、3個置いてあったりとかして、その上にねプリンターが置いてあったりして結構かっこいいなと思ってて、こういう使い方いいな欲しいなと思ってて、どういうブランドなんだろうって検索しても全然出てこないんですよ。でこれをね画像検索してみると、なんとね IKEA で購入できるっていうところで今回ねこれを2つ購入しています。結構ね重さがあって1個30キロとかなので持ち帰ってくるのは割と大変で、組み立てるのもねそれなりに大変だったんですけど、やっと購入したわけですね。でこれはこんな感じで、さらっとした引き出しが6個合計備わっていて、 A3 サイズのね紙とかそういう書類を収納しやすいようになっています。なので個人事業
主とか結構ね紙の契約書とか取っておかなきゃいけないっていう時とかでもいろいろこうタイプ別に分けやすいっていうところがポイントですかね。まだね組み立てたばっかりなんで何を入れるかって決まってないんですけど、とりあえずこういう収納に困るね、なんて言うんですかね、こうカメラ系のバッテリーとか黒くて小さくてたくさんあるんだけど、でもね捨てられない必要なものたちをこの中に収納して白くねミニマルに収納できるっていう感じですかね。こういうのとか、こういうね自撮り棒とか三脚みたいなこういうポールとかって結構置き場所に困るんですけど、とりあえずねこの中に入れておけば一覧性も高くてすぐ使いやすくて、こう閉めたらすごくミニマルっていうところがポイントかなと思います。結構大型なんですけど割とね身長は低めなのでそんなに圧迫感もないし、なんかこうスタジオっぽいというか仕事部屋っぽい感じが増すのでね、これはすごく買ってよかったですね。はい、というわけで IKEA のアレックスを購入しています。はい、続いて紹介するのはこれからの季節にぴったりのこちらですね。大きめの25リットルサイズのモンベルの保冷バッグを購入しました。いや、これはねめちゃくちゃいい買い物でした。本当にずっとねこういうのを探してたんですけど、なかなかこのサイズ感のソフトで軽くて保冷力もね高いバッグってなかなかなかったんですけど、モンベルをねちらっと見に行った時にこのね見た目も結構いい感じだし軽くて大きめのサイズのものが見つかったということで、本当にねこれはいい買い物したなと思っています。これからのね季節のレジャーとか、バーベキューとかそういうのはもちろんなんですけど、僕の家では結構ね日常使いで保冷バッグ愛用していまして、結構ね車でね遠方に買い物に行くことも多いんですよ。例えばコストコに行く時とか、車で1時間ぐらいかけてねコストコに行ったりするんですけど、そういう時に結構氷のものとかアイスとか、あとなんて言うんだろう、冷凍食品とか魚とか肉とかねいろいろ買ったりするんですが、それをね直接車に置いとくとやっぱり家に着くまでに溶けちゃうんですよね。なのでそういう時の買い物用に大きめのソフトで軽いタイプのねクーラーボックスを欲しいなと思ってたところ、こちらを見つけたというわけです。これすごいんですよ。重さがね 1.4 キロぐらいしかないんですよね。でしかもこのカラーリングですよね。この見た目的にトワロフがすごい好きな系統のカラーをしてるんですが、このねカラーで価格も1万3000円ぐらいと、そのね安さも魅力なところです。で、よいしょ、実際に開けるとどういう風になってるのかっていうと、ちゃんとこんな感じですね。結構がっつりとちゃんとね入るタイプです。本当にね大きすぎるなんかコストコのサーモンとかああいうねすごい大判で大きいものは持って帰りづらいんですけど、牛タンとかそういうなんかあとブロックの肉とかね、そういうのだったら全然入りますね。であと箱アイスとか氷とかそういうのをね持ち帰ってくる時に割と最適な大きさなのかなと思います。でしかもねソフトタイプなんですけど、素材が安っぽいとかは全然なくて、結構ね内側もしっかりとこうなんか断熱材が入ってる、発泡スチロール系かな、発泡スチロール系が入ってる感じだし、あと接合部分がね全てシーリングされてるんですよね。見てもらうと分かるんですが、このファスナー部分とかもしっかりねこうアウトドアっぽい感じでシーリングされていて、気密性がねかなり高いので、外にね冷気が漏れてどんどん熱くなるっていうのをちゃんとね防いでくれている感があります。難点としてはこうやって閉めた時にちょっとね、閉めづらいというか、この内側のこのベルの部分がね噛んじゃうみたいなことがあるんですけど、この辺でねしっかりと、ここ冷気を逃さないようにしてシャットアウトしてくれているので、それはねしょうがないかなって感じですかね。でしっかりとこのなんかベルトの部分とかもついているので、こうやってね手で持っていくだけじゃなくて、重たい荷物とかゴロゴロこういうコールマンの引くやつあるじゃないですか。ああいう時をああいうのでねこうやって転がしながら、これ肩にかけるとかそういうのもねできる点がやっぱりいいかなと思います。これからの季節もそうだし、普段のねスーパーの買い物とかでもめちゃくちゃ重宝すると思うので、デザイン的にも価格的にもすごくちょうどいいなと思うのが、しかもね大容量だしっていうのがこのねモンベルのやつだったので、これはねぜひチェックしてみてほしいです。この辺のリンクはまとめてね概要欄の方に貼っておきます。はい、続いて紹介するのがこちら。このミニマルなデバイスは一体何のガジェットなんだろうって思われると思うんですけど、実はねこちらコーヒースケールなんです。
香港のバリアっていうね、もともとオーストラリアとかでずっとバリスタをしていた人が立ち上げたコーヒーブランドの、ものなんですけど、 AKU っていうものかな、僕とかアクって呼んじゃうんですけど AKU スケールっていうものですね。どういう感じなのかっていうと、ポチッと押すとこんな感じで電源が入って、このまんまね 0.1g ずつこうやってね計測することができて、最大 3.5kg までね 3500g まで測ることができるっていうアイテムです。でこっち側は、タイマーにもなっているので、このままポチって押すとこうやって1秒2秒という感じで時間をね刻んでくれるっていう、いわゆるねコーヒースケールっていうやつですね。もともとね別のメーカーのコーヒースケールを使っていたんですけど、それがね、充電式だったんですね。マイクロ USB で充電するタイプで、それも面倒だなと思ってたんですけど、しばらくね海外に行っているタイミングでバッテリーが死んでしまっていたので、新しくね、白系のものでデザインがすごいいい感じの、コーヒースケールないかなと思っていろいろと探していたところ、このね、コーヒースケールがヒットしたというところで、こちらをね購入しています。で結構高いんですけど、やっぱり最高なのはこの見た目ですよね。この風合いが本当にいいなと思っています。なんでかっていうと、結構ねトバログこうやってコーヒーだけじゃなくてガジェットをね紹介する時にも重さを測ったりするんですよね。そういうねこの動画に出てきた時にもすごくかっこいいものが欲しいなと思っていて、こちらがね一番ぴったりだったっていうわけですね。こういう風にしっかりとガジェットの重さも測ることができます。で結構ね近くで見てみても質感がすごく良くて、シリコンの部分をね外すとこれアルミニウムになってるんですよね。筐体全体がアルミでできているので質感はすごく高いと思います。ここには電源が入っていて、ここが USB-C ですね。これもね充電式なんですが USB-C で充電できるタイプになっていて、で他にねこの物理ボタンはなくて、本当に電源と、スケールのセットっていうだけっていうめちゃくちゃシンプルなこのコーヒースケールですね。IPX5 相当の防水性能も備わっているので、結構ねコーヒーとかそういうこぼしやすい液体をねかけてしまいやすいところでも、安心して使えるかなと思って買っています。でちょっとね微妙に残念だなと思うところがここで、このディスプレイの部分がねプラスチックなので結構柔らかいから傷がつきやすいんですよね。ちょっとね強めに拭いてしまうとすごくすぐに傷になりやすいので、ここガラスとかだったら嬉しいなっていう感じはあります。ただ全体的な質感はすごく高いと思うので、もしねコーヒースケールで白系でかっこいいものが欲しいなという人はぜひ選択肢の一つにいかがでしょうか。ちなみにねこの白だけじゃなくてブラックも用意されています。はい、続いて紹介するのは、前回もね購入品で紹介している無印良品の工具箱の中に入れている工具たちですね。いろいろと購入しているのでざっくり紹介していこうと思います。まずはねこちら黄色いビビッドな感じが可愛らしいんですけど、こちら水平器ですね。さっきもねレーザーのタイプ紹介したんですけど、レーザーよりも、ちゃんとねこうやって物に当てて実際どのぐらいのこの水平取れてるのかとかをちゃんとね知るために、購入したアイテムです。もともとねカメラの上にこうやってホットシューでつけるタイプのこのね撮影用のね水平器は持ってたんですけど、最近ね DIY で棚を取り付けたりとか、あと賃貸で使える家具シリーズって結構水平取るの難しいので、そういうのでもねこうちゃんと水平を取って気軽にこう使いたいという用途からこちらをね購入しています。ちゃんと水平と垂直と、あと斜め45度で測れるっていうタイプですね。これはね磁石が備わっているので、例えばこういうところにこう設置してどのぐらい曲がってるのかとかがすごくね分かりやすいっていうところで、本当に1000円ちょっとだったんですけど、こういうのも購入しています。あとはこういうなんて言うんだろう、これなんていうか分からずに買ってるんですけど、こういうやつですね。パイプみたいな水道管とかをこう挟んで、それでこうグッグって強く締めたりとか、そういうのをねする時に使う用のものだと思うんですけど、カメラ機材とかって結構ねこうクイックイックイってネジみたいに回して、それでねこう取れなくなっちゃうみたいな、意外とねダボとかそういうのであるんですけど、そういうのを取り外す時に結構こういうの必要だなって感じていたので、柄が長いものを購入しています。先っちょがギザギザになってるから、このままねこうくるくる回してネジ穴が潰れたネジとかも取れるっていうタイプのものですね。最大このぐらいまで広がることができます。
あとこちらはいわゆるトンカチですね。トンカチなんですけど、こっち側がゴムになっていて、こっち側がプラスチックになっているっていう、なんか鉄ほど怖くない雰囲気のハンマーを購入しています。ハンマーなんていらないかなと思ってたんですけど、結構 IKEA の家具の組み立てとかで割とねハンマーを使うみたいなシーン多いんですよね。ハンマーなんてないんだけどって今まで思ってたんですけど、そういうのはね結構増えてきたところだったので、一応ハンマーはあった方がいいというところでこちらを購入してます。あとは意外と使いどころが多いこういうペンチですね。ネジザウルスのものを購入しているんですけど、これもね先端がすごくギザギザになっていて、こうやってつまんでこうくる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 って回せたりとか、あとは強い力でここで挟んでこうぐるぐる回したりとか、そういうね細かいネジ穴ですよね。三脚のネジ穴をもう少し大きめの太いネジ穴にね変えるアダプターとかを使った時にね外れなくなったりするので、そういうシーンとかで、必要だなと思って購入して使っています。新しく購入したのこんなところかな。あとはノギスですね。結構丸いものの筒の長さとかを測ったりもすることがあるので、こうやってこの幅を何センチなんだろうっていうのを測りやすくしたりとか、この辺をいろいろとガシャッと入れて、このままね工具箱として今使っています。はい、続いて紹介するのはちょっと地味めなアイテムではあるんですけど、こちらスマートフォンの自転車用のクリップですね。これがめちゃくちゃ良くて、本当にね自分用に先月購入したんですけど、それでね追加で妻の自転車の分も購入してしまうぐらいめちゃくちゃ気に入ってるアイテムです。これめっちゃいいんですよ。すごい軽い力でねこのグリップの部分を押すとこうやってバキッとね開いてくれて、そこにこうやっていつも使っているスマートフォンをこうやって入れるだけでかなりのねパワーでもう固定してくれるっていう感じのやつなんですね。で結構ねもう1ヶ月以上ずっと使っているんですけども、全然ねずれ落ちるとかずれることすらもなくて、本当にガチガチに固定してくれる感があります。でもちろんねこういう iPhone のこういう幅広いモデルもそうだし、もう少しねこのぐらいの幅まで固定できるので、結構ね大きめのスマートフォンが固定できるっていう感じですね。ちょっとね分厚めのゴムバンドで固定するんですけど、かなりいいのがこれ360度回転するので、横にねこうスマートフォンを置いて地図を開いて、結構ね東京都心って割と複雑なルートを自転車で通ることが多くて、一方通行だったとしても自転車はね通れたりするから、そういう自転車用の地図とかをちゃんとね表示させながら進みたいなと思って、いちいちこう立ち止まってスマートフォン見るのも大変なので、これでねナビを設定してこうやって走りたいっていう用途で購入しています。いやこれめちゃくちゃいいんですよね。本当に軽い力でこうやってねスマートフォンを置くだけで挟んでくれて、すんごい力でねガチガチに固定して、それでもう撮るときはねこれをカチッとやるだけで撮れるっていうところが本当に頻繁に自転車に乗る僕としてはかなり快適に使えています。購入したのはねモンベルの店舗で実は買っているんですけど、モンベルだと5000円とかそのぐらいでしたね。割とねこういうスマートフォンスタンドにしては高めかなとは思うんですけど、その分すごく使いやすくなっているので、気になる人、自転車に乗る人はぜひね購入してみてください。はい、というわけで恒例の最近買った本なんですけど、最近買った本はねこれ久しぶりにこれはいいなと思うものを見つけてしまいまして、このゲームボーイと PSP のパーフェクトカタログというものを購入しています。いやこれねすごいんですよ。たまたまね店頭で見かけてこんなの出たんだと思ったんですけど、手に取ってみるとこの厚さですからね。ゲームボーイだけでこの厚さのこれうわーって感じで、もうワクワクしながらこうやってね手に取ってみたら、もうこれでもういろんなゲームボーイ、これ日本のだけじゃなくて海外のゲームボーイも多分ね全シリーズ載ってるっていう、バーンってこういう感じで今まで発売されたこれトイザらスのエクストリームグリーンっていうやつがね本当に欲しかったんですけど、今はもう全然買えないですね。こういうのがねいろいろと載っているっていう、もともと確か数年前にこのねゲームボーイパーフェクトカタログっていうのはあったみたいなんですけど、これはね増強版みたいな感じなんですよね。なんか
海外のソフトも完全網羅されてるらしくて、この今までに発売されたソフト基本的に全てなんじゃないかな。多分全てのソフトがこの年代別にいろいろと紹介されているっていうところで、別のこのモノクロだけじゃなくてカラーのもしっかりね紹介されていて、これをねあの時中古で480円で買ってちょっとだけ遊んだゲーム何だったっけかなみたいなのをねこうやって探しながら、こうね、あ、これ持ってた、懐かしい、売っちゃったけどみたいなね、そういうやつをこうやってね一個一個思い出とともに探していくのが本当に楽しいですね。あ、これゲーム売り場で見たな、箱付きで480円だったけど今こんな高いんだみたいなのね。あとはまあこういうカンカンに入ったソフトとかありましたよね。そういうやつとかをこうやってね見ながら、あ、懐かしいなとか久しぶりにプレイしたいなとかで、こう次に遊ぶゲームボーイソフトタイトルをねこれで探しながら、実際にまあこういうね手元のアナログポケットでパワーモデラーを遊んでみたりとか、あとはまあこういうねカスタムゲームボーイでまあマリオを遊んでみたりとか、そういうねいろいろなこう思い出に浸りながらねこうなんか眺められるっていうのがすごくいいですね。結構しかもね周辺機器の話とかも割と載っていたりして、その辺をねじっくり眺めながらこうプレイしつつっていうね趣味がはかどる感じがします。まあ、欲を言えばねこの表紙素材とかが結構こうやって見ている時にこうすぐねペロって剥がれちゃったりするので、例えばまあこういうね厚紙でできたこういうタイプだとすごく読みやすくていいんだけどなみたいな感じではあるんですけど、それでもね内容が十分すぎてこれをねじっくり眺めるのが今の楽しみです。でもう一つ買ったものだとこれですね。 PSP 版も同じようにありまして、 PSP もねなんかピポサルレーサーとか、うわ懐かしい覚えてるみたいなとかがね、あとまあこのバリューパックとか、うわ懐かしいこの感じ買ったなみたいな、ハイドリウムとかめちゃくちゃハマったんだけどみたいなね、誰も知らないようなゲームをねいろいろ買ってハマったりしてたんですけど、そういうのが本当にたくさん載ってますね。しかも2016年まで新しいソフトが出続けてたのすっごくないですか。2004年に発売されて、逆にそんな前からこんな高精細なゲームが遊べたんだっていう感じなんですけど、そういうね、このねパーフェクトカタログをこうやって眺めながら、うわ懐かしいとか言って当時遊んだ、PSP でね久しぶりにやってみるかって言ってこれでねプレイするとかもめちゃくちゃエモい感じがありますっていうところで、今月いろいろと本は買ってるんですけど、個人的ヒットだったのはこのね PSP とゲームボーイのパーフェクトカタログですね。ちなみにゲームボーイアドバンス版もねあるんですけど、増強版みたいなやつが今ね予約注文だったので、そちらもね届くのを今か今かと待っている状態です。はい、という感じで今回はねいろいろと最近購入したものたちを紹介してみました。どれかね気になるものありましたでしょうか。ぜひね気になるものは概要欄にリンクも貼っているので、そちらからチェックしてみてください。それとトワログでは他にもねいろんな動画出しているので、カバンの中身とかルームツアーとか、あと最近買ったガジェットのレビューとかもしているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トワログでした。